ありがとうございます。行ってきます。嬉しいです。そうなんですか？おはようございます。皆さんこんにちは。ケーズジャパニーズのお時間です。本日の企画、最初に覚えるべき50音から始まる日本語のフレーズ、イエーイ。はい。ということで、本日は日本語を学習する人たちが最初に覚えるべき50音から始まる日本語のフレーズということで、あいうえお、か、き、く、け、こ、さ、し、す、せ、そと50音あると思います。日本語にはそんな50音から始まる、実際によく使える日本語のフレーズをパッと、紹介していきたいと思います。今回はあ行からいきます。このシリーズはどんどんか行作業と、続いていきますので、ぜひ気になった方、こちらの動画から、シリーズものとしてしっかり視聴して繰り返し私の後に、実際に発音してみるとかやって日本語を、簡単なところから勉強していってください。それではやっていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。行ってきます。嬉しいです。嬉しいです。そうなんですか？そうなんですか？おはようございます。おはようございます。はい、ということで、あいうえをすべて5つの、よく使うフレーズ、最初に覚えるべき日本語のよく使われるフレーズを発表しました。まず、あからいきたいと思います。ありがとうございます。はい、これはもう、日本語を母国語にしている方じゃなくても結構多分有名だと思います。ありがとうっていうね、感謝を伝える時に使います。で、ありがとうだと友達とか家族とかちょっとフランクな感じなので、ぜひ丁寧な礼儀正しさ、日本人は礼儀正しいよねって思ってる方とかは、ありがとうございますと丁寧な表現で、あんまり関係性ができていない方に、感謝の気持ちを伝えるときはぜひありがとうございますと敬語で伝えたらいいと思いますので、ぜひ使ってみてください。次にいいですね。行ってきますということで、この表現は何かしらね、こう関係性がないということないのかもしれないんですけど、例えば仕事先とかで営業先に行く時とかに行ってきますと上司の人に言ったり、例えば親とかに学校に行く前とか行ってきますと言ったり、老若男女問わず、誰でも使うどこどこに行くときに行ってきますと使うフレーズです。なのであなたがどこかに向かうことを、周囲の方に伝えるときは行ってきますと、伝えると、周囲の方はどこかに出かけるんだなっていうのが分かるので、ぜひ行ってきます使ってください。そしては嬉しいです。はい、嬉しいですっていうのは、自分が嬉しい時ですよね。何か感想を求められて嬉しい、幸せ、ハッピーって感じてる時に嬉しいですと、答えると、自分がハッピーだよっていうのが相手に伝わるので、ぜひ嬉しいです使ってください。続いてですね。そうなんですか？
そうなんですかといったように、相手の話を聞いてリアクションを取るときとかですね、どこどこ行ってこんなことがあったんだよ、そうなんですかのような感じでと最初にねリアクションを取ったりするときとか、私も今無意識で使ってますけど、そうですねみたいな感じで言葉の間に、会話の間に挟んで使う時もあります。そうですねっていう感じ。英語で言うとこのとかみたいなのが日本人は大体あーって感じで同じように使いますんで、まあちょっと考えながら話す時とかって言ったりするのもありです。今回はちょっとリアクションとしてのそうなんですかのを紹介させていただきましたけど、まあいろんな形で使えるので、ぜひ日本人ってこうやって話す時考えてるんだとか、リアクションをこうやって取ってるんだっていうのもぜひ、ここで覚えてもらえたらなと思います。はい、ちょっとこれ取り忘れて後からまた一回撮ってるんで、ちょっと画角が変わったり髪の毛が変わったりしてるかもしれません。はい、続きどうぞ。続いておはおはようございます。はい、もうこれは本当に最初に覚えるべきですね。朝起きてきた時に、親におはようございます。親だったらおはようとかかもしれませんけど、例えばバイト先や仕事先、朝の挨拶としておはようございますとみんな言います。小学生でも先生におはようございますって言うし、近所の、ちょっと上の方、目上の方とか、年上の方に出会った時とかもおはようございますと言ったりとかするので、ぜひね、関係性がそれほど近くない相手に対してはできればおはようございますと丁寧に、言っていただいた方が礼儀正しいのかなと思いますので、ぜひ、朝にねどなたかに出会った際にはおはようございますと、丁寧に朝の挨拶をしましょう。はい、ということで今回は、日本語を勉強している方が最初に覚えるべき50音から始まる日本語フレーズあ行編ということで5つ紹介させていただきましたので、ぜひねこれ繰り返し見てください。これさえ覚えとけばとりあえずは挨拶できたりっていうのを今後ね家業作業っていう風にどんどん紹介していきます。でそれが終わったり、したらまた別のね、例えば日本人なら誰でも知ってるアニメの名台詞を50音順で紹介していったりと、ちょっとシリーズ化していきたいと思いますので、この動画のシリーズいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。バイバイ。